知識とか技能を身につけたり、基準面を作ってヤスリがけ、今日は1時間以内、荒飛びっていうと2ミクロンぐらい、1ミクロン削ってないんですよ実際。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は愛知県幸田町にあるうちの J-TEC の G4PI のふるさとである株式会社 J-TEC グラインディングシステムさんに来ています。ということで今から見学させていただきたいと思います。よろしくお願いします。では匠道場の方に。経営企画部の山本です。匠道場ではですね、はい、長期にわたりお客様をサポートする人材を育成することを目的に、はい、教育に日々取り組んでおります。大きく3つの柱がありましてですね、はい、1つ目が基礎教育、2つ目が人材の底上げ、はい、3つ目が技能の伝承となっています。で1つ目の基礎教育というのは、はい、新入社員が中心ですね。入社して約半年間スケジュールも決めて、はい、でここでものづくりの基礎から講義でしたり、図面の見方とか、あと工具の使い方とか、工具実際使ってみて組んでみたりバラしてみたり、で最後には検索版をどうやって操作して物を削るかっていうところまでやっています。そうなんですね。はい、最後に修了試験っていうのをやってちゃんと身についたかどうかを確認して終了というふうに試験もあるんですか？なります。はい、2つ目の人材の底上げですけれども、はい、これ今ちょうどあちらで練習しているのがそうなんですけれども、はい、技能検定の受験ですとか、品質管理検定の受験をサポートしています。もちろん合格すればいいですし、不合格だったら残念なんですけれども、はい、合格不合格もありますけれども、はい、知識とか技能を身につけたり、覚えたりで仕事に役立ったりすることを目的に、そういったことに前向きに取り組んでいくっていうことを目標に取り組んでいます。実際にどの人がどんなものを持っているかっていうのがまた別のところに一覧表がありますので、後ほどご覧ください。わかりました。で3つ目の技能の伝承なんですけれども、当社でもやっぱり高技能者が何人かおりまして、でその技能を熟練者として伝承者を決めまして、もうマンツーマン1対1で熟練者から伝承者に伝えていくという取り組みを、これもスケジュールを決めて何年までにこういった内容を引き継いでいくっていったことを決めてやっています。熟練のいわゆる職人さんの技術を若い人が受け継ぐと。はい、すごいですね。はい、あとですね、その他としてこちらちょうどなりますけれども、各工程でどんな技能が必要かっていうのを ABC にランク分けしまして、どのランクの人が大体何人ぐらい必要かっていうのをリストアップしまして、でこうやって見える化することで、今うちの会社でこの工程が弱いですねとか、ここもうちょっと強くしていきたいっていうのを分かるようにして、これを人材育成に生かしていくといったふうに取り組んでいます。以上3つの柱で匠道場は進めています。はい、あとこちらが技能検定の年代別に今何十代の人がどのぐらい持ってますよですとか、あと技能検定の職種別にこの技能をこれだけの人が持ってますですとか、あと QC 検定、品質管理検定も大体何十代の人が大体何人ぐらい持ってますよっていうのをこうやって見える化していって、でこの年齢の人もうちょっと少ないから強化したいねですとか、そういったことに役立てています。そういうことですね。はい、では今実際にここで技能検定の練習と新入社員の実際に修了試験やっているところをどうぞご覧ください。はい、お願いします。じゃあ鈴木がこれから説明しますので経営企画部、匠道場長の、鈴木と言います。鈴木さんですか？はい、4回目です。4回目ですか？マジですか？じゃあ鈴木さんお願いします。よろしくお願いします。今こちらが電気の配線の1級の技能検定の、配線の方の、取り回しの方を時間を見ながら訓練という形でやっております。でまずは線をやってきれいにはわして、で動きを確認してっていう。そういう技能検定の。じゃあこれ今黄色の線はわしてるじゃないですか。はい、後で電源つけたらちゃんとつながってたら動くってことですね。で確認をっていう形になってます。向こう側が組み立ての仕上げの2級と1級の技能検定の練習になります。仕上げ組み立ての形でほぼヤスリがメインになります。そうなんですね。手作業のヤスリがけ。そうですね。一応手順書みたいなものがあります。時間が3時間4時間、1級と2級でまた違うんですけど、何分って細かくはあるんですけど、半分以上はもうヤスリがけ。そうなんですか。で最後に仕上げっていう形ですり合わせが少々入ってくるんですけど、だいたいこのロットですと片面コンマに削り落とす。コンマにヤスリで。ヤスリで。を両面
でプラスアルファで言うなら、基準面を作ってヤスリがけ、で反対側もヤスリがけで寸法を出してまた仕上げて、で実際このロッドをこの練習で、目標は1時間以内。当たりもこの場合は赤当たりコメタン塗って、これを向こうで当たりをつける。それが赤当たり。先ほど現場で見るものは常磐とか友当たりで見て、それは黒当たりになるんですよね。そうですね。なんで黒当たりと赤当たりっていうのがありまして、この場合の技能検定は赤当たりで、黒当たりに比べて赤当たりの方がぼやけるような感じで全体的に当たりがつきやすいんですね。なんで取りやすい。黒当たりはもっとシビアな点の当たりになるんで、また細かい感じに。そうなんですね。やっぱ手痛くなるっすよね。なりますね。タコ豆じゃないですけど、こういう角ってのところとかは実際ここの2箇所全部使って、なんでちょうどあそこまだ他にもあるんですけど踏ん張ってるんでですね。塗装とかペンキ剥がれてますもんね。ずっと力入れていくんで。そんなに力いるんですね。で実際彼が去年受かって、その人がもう私よりかもう直近の人の方がアドバイスがやっぱりどこが自分大変だったかなっていうのが分かりやすいと思うんで、そのアドバイスを森川君が指導員としてやってくれてます。そうなんですね。なので今はもう頭の中で数を数えて、今50回取ったらコンマ1取れたとか、そういう今多分計算しながら。そういうことですか。黙々と今削ってると思います。じゃあそれでさっきお話したような50回でコンマ1とかはもう1回削ったんを自分はどれぐらい削れてるっていうのも体に叩き込むっていう形で。そうか。その技能検定中は毎回マイクロで測れない。いつでも測ってもいいんですけど、そうか。その時間外さんと測るそのタイムロスを最小限で持っていきたいので、実際ロッドも中高傾向中べこ傾向ってあるんで荒削りなので、組みやすいでこれからまた面を平らに徐々になんでほぼ最後の模様付けだけを木下げでやる。そうなんですね。めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。実際完成形は向こうにありますけど、こちらが2級の2級ですか。なんでこれがこのロッド、ちょっともうみんなして練習とかみんな手本でやってるんで、これを入れます。でスムーズに動く。そうですね。でこれを90度動かしてスムーズに、なおかつ反対側から入れてもクリアランスの関係も実際テストの点数に入ってきますので、1級がさらに難しくなりまして、このピン、これが当然ですけど、ここのロッドに穴が開いてますので、ここにまず当然入ることで抜きます。で今度はこれを反対にします。反対にしてまたピンがすんなり、でこの時に当然ここの隙間ですね、もう当然100分の2とかそれぐらいの隙間1、2手作業ですよね。それを今彼がお前穴開いてるやつです。練習用っていうことで当然蓋が入らない。ほんまでカタカタさんですね。でこれがロッドで入らないです。これを加工して全部入るようにして、で穴開けをして、もうあれですね、平面に加工したいですね。そうですね。実際研磨加工をすれば1回で終わるとは思いますけど、すごいですね。まずそれは手作業で。で実際トラブルじゃないですけど、機械加工できる状況じゃない時でも実際こういうのがあればそうですよね。応用が効きますので。で結局最後は人の手が必要ですもんね。マザーマシンがあって、そういう細かいところでそれを超えてこうってすると、やはり手の線分台を狙っていって仕上げていけば、それよりかいいものができていいものができていくっていう。そうですよね。それが自動化の機械にもつながるっていうことですもんね。
こちらが、うちの半年から1年かけて、実習と学科と、やって新人の卒業試験みたいな形になります。常にペーパーはその都度その都度やっていくんですけど、今回これは実技としましてこちらにあるんですけど、卒業した時のこれがここまで作れるようになろうと。実際組み立てっていうところで言いますと、当然穴開けがあります、ボルトの締め付け、どれぐらいのトルクで締めた、でブロックの取り付けから配管のジョイントの取り付け、ホース、配管の曲げ、で刻印、それプラス今度は電気の方の配線の取り回しとか、そういうのを一通り覚えましたよね。で最後にすり合わせですので、やはりまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいしかやってないので、これぐらいの面ででも木下げはとりあえず触れるようになりましょう。ある程度は全部できてるようにっていうことです。それで配属されてもどんなところでもできるっていうことですね。彼も今大林君なんですけど、設計の方でやってるんで、あとプラスアルファで言うならば現場実習も実際ありますので、あるんですね。なんで先ほど回ってきた加工技術、標準組み立てか電気かで、その後自分の配属先の、でもあれですね、設計だけじゃなくていろんなのを覚えるから、設計するときにその現場のことをちょっと思い出しながら設計したりもできるってことですよね。なんで実際この卒業の工程だけでも実際これだけの工具を使っているっすね、ありがとうございます、ありがとうございます。せっかく来てもらったので、高山さんにも、木下げの方マジですか、持ってもらおうかなと思っておりまして、エプロンも用意させていただきました。エプロンもですか、手袋も用意させていただきました。ありがとうございます。もしよろしければここでやった方がやっぱりすり合わせって分かりやすいと思いますので、一応木下げの持ち方とかもいろいろこのような形で、まず本当にもう軽く下ろしてもらえればまっすぐ折りますので、ちょっと気持ちかがむような感じでまっすぐ押し出します。そうするとまっすぐ押し出します。進まんかったっすよ。この角度があるんで、でこうして体で押してやる。そうです。こうですか。そうです。まっすぐできますよね。ですね、まっすぐですね。これを、リズムよく、実際この斜めのような斜めですね、こういう形でまっすぐですね。うまいですね。そうです。こうですか。それが木下げです。で、実際荒取りっていうのがありまして、で中削り、で仕上げ、実際高さを出したりしますので、荒取りっていうと切り子が出ますね。これぐらい出ます。すり合わせの基本が荒取りになってきますので、これは押す力を、そうですね、押す力と左手の押さえる力、これをそうです。こういうことですね。すごいですよ。傷入らないです。どういうことですか、傷入らないというのは。本当に初めの方はこういう傷が入っちゃうんです。なんで、高山さんはもう体でへそでちゃんと削れてるんで、傷が入らない。そういうことですか。ただ今見ると、ここの半分、ここのカスがあるんですよ、削った時に。これが真ん中よりちょっとこっち側に気持ちいってるかな。今ちょっと左ですね。わかりますわかります。それを意識すると今度真ん中出ちゃう。こういうことですか。そうです、そういうことです。それが基本になってきます。これが荒取り。うまいですね。ちょっとびっくりです。うまいです。本当にうまいです。これを鳴らしていくのが中削りという形で、実際もう少し先ほど言ってた弱めの感じですよね。で、よく、弊社の、模様付け最後の仕上げっていうので、実際三日月、これですね。この真ん中のところでどれだけこのスナップを効かせるか。スナップでこの形ができる。ここからこういくってことですね。こういうイメージなんですよね。
はい。今一瞬いましたよね。一瞬言ってましたね。うわめっちゃ難しいですわ。どうしてもやっぱりちょっとスナップのこうなってまで角が当たるっすよね。でイメージするとこういう感じの、はいはい。なので実際この子上手くなってきたなとか現場で教える時にですね、リズム、はい、音を聞いてると高山さんうまい。いや絶対いますもん三日月が。いや無理っすわ。すげえ絶対こう多分端に当たってんですよ。そのでこれではい、もう一つスペシャル秘密兵器でできるかどうかわかんないです。これやとまだやりやすいです。当然端っこに当たりづらくなるんですよ。あちょっとうまいですよ。綺麗ですよこの三日月。思いますか？これも綺麗ですよ。しっかりアップで撮ってもらった方がいいです。はい。あこれこれ綺麗ですよ。これなかなか出ないですよ。初めてじゃないですか。2回目ですか3回目ですか？2回目ですよね。5年ぐらいぶりに。2回目でこの三日月出せれば、なのでこの幅ができるようになれば当然この幅でもできますしこの幅でもできる。何年ぐらいかかるんですか？いや早いですよ実際三日月だけでしたら。ただ問題なのはこうしていうこの3R38この黒い点あるじゃないですか、はいはい、これが取れるか、あとは1回の削りで1ミクロンを削ってるのか2ミクロンを削ってるのか4ミクロンを狙ってるのか、そこの手感実際今これだともう2ミクロンぐらいなんですよ。ああそうなんですね。でこれですともう削りのカスがないじゃないですか。あそうですね。これだともう1ミクロン削ってないんですよ実際。そうなんですか。1ミクロンも削ってない。はい、で先ほどこのこれですね。はい。これぐらいで削るともう針のように出てくるんで、1000分の3ですか3ミクロン。これ1000分の3ですか。ガッガって削っても1000分の3。これぐらいだとまだそんなに落ちてないです。なんでそれを体で覚える。なおかつこっちのように点で当たりを出す。でこれがだんだん出てきてくるともう本当に片手でも三日月なんで。おお。ただあくまでも模様ができるだけなんですよ。模様だけですね。これが弊社のすり合わせになります。作業される方によって模様が違うらしい。今違うんですか？簡単に言えば右利き左利きでこの逆三日月の向きが変わります。であとはこの木下げのこのカーブのやっぱり自分の好きな R があるんで、もう本当に丸いのからまっすぐに近いのから。これは自分で加工されるんですか？自分で研ぐんですよ。これだと割合と細い、はい、寝かしてやればすげえ見ますね。当然太くなりますし、はいはいはい、あといろんな癖があるんですね。ちょっとこういうずりやすいすりやすいこういう人もいます。なんかさっきお話したみたいなやる方によって模様が違うというのでちょっとこう見てみたいなと思って。どういう1個じゃ分かっちゃうよね。さあ分かるかな。はい、できました。2人ともできましたか？分からん。はい。こっちが鈴木さんですか？正解。そうですよね。こういう感じの入りがこの R の感じがちょっと違う。ここのなんていうんですかね、この R の一番大きいところの太さが全然違いますね。鈴木さんのやつはこう広い、はい、平松さんのやつはちょっと狭い、でこの幅が太い、一番でかいところが太い感じがしますね。でも違うんですね。こうお二人ともいつも通りの感じでやられた。ちょっと寄せましたけど。寄せた。平松さんに寄せたんですね。僕それ寄せれないんで私は。やっぱ違うんですね。でやっぱ先ほどお話ししたみたいに、もしこう研磨屋さんとか納入したところのテーブルを見て、木下げ面
見たら、あれこれ自分やったかなそうですね。とかいうのなんとなくわかります。なんとなくわかるですね。へえ。そういうのやっぱ出会ったりしたんですか？しましたよ。あ、マジですか？実際オーバーホールの機械ですと、はいうちに来てあ、そうですねバラすじゃないですか、はいはい当然修道面はある程度なくなっちゃっているところがあるんですけど、はいはい取り付け面っていうのはもうそのまま残ってるんで、あ、やりましたとかはいはい、あ、久しぶりにとかそういうのはやっいやぱりもう覚えて分かりますよ。お久しぶりみたいなのあるんですか？まだ自分のやったやつだなとか。へえ。懐かしいですね。懐かしいですよやっぱね。その当時のご自身が蘇るっていう。へえ、面白いですね。ありがとうございます。じゃあ電動、電動ですね。はい。これが電動キサゲです。電動キサゲ。電動キサゲですか？はい。オイルポケットを作るようですね。はいはい。おお、すげえ。おお。三日月っすね。うん。やってみます？電動ですか？はい。本当に押すだけです。押すだけですか？はい。これも押す力加減とうわー、難しい。つかないですもん。なんでこれも実際何十年やってるんで、20年30年やってるんで、この幅っていうのがやっぱり体のはあはあはあ。うわー、難しい。全然この幅ですよね。ねだからこちらから見れば高山さんの入れたのがよくわかると思います。抜きで。でもめちゃくちゃ薄くて、逆に電動なんで、はいこう動いてるじゃないですか、はい感覚がわからないです。あーまだ手の方が自分が歯どこ当たってるかっていうのが。そうですね。ありがとうございます。ありがとうごはい、あざいりがます。とうございます。はい。エプロンつけたままで帰る。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。ジェイテクとグライディングシステムの鈴木です。鈴木さん。鈴木。鈴木です。続きと言います。